今日は米粉わらび餅を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、米粉わらび餅を作っていきたいと思います。わらび餅自体はたったの材料3つで作ることができます。さらに今回はですね、電子レンジで作るバージョンとフライパンで作るバージョン2種類ご紹介していきたいと思います。作り方にもところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。米粉、お水、きび砂糖、わらび餅はこちらの3つの材料で作っていきます。まず米粉とお水の割合なんですが、こちらですね、米粉のメーカーさんによって少し硬さが変わる場合があります。なので一度作っていただいて、2回目からはね、水の量を調整して作っていただいてもいいかなと思います。まずはこちらの量でね、作ってみてください。そして甘さについては今回きび砂糖を使います。こちらお好みの通りを使って作っていただいて OK です。それでは続いてトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。きな粉、きび砂糖、塩、こちらの3つでトッピングしていきます。今回はね、きな粉に少し味をつけていくんですが、お砂糖と塩を使っていきます。塩1つまみね、入れていただくことで甘さが引き立って美味しく仕上がります。あとはお好みでね、黒蜜などをね、かけていただいてもいいかなと思います。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにトッピングのきな粉を作っておきます。まず器にきな粉を入れます。続いてここにお砂糖、そして塩を入れてください。これでよく混ぜましょう。甘さとかはね、お好みで調整していただいて OK です。わらび餅もね、甘さがあるので、こちらはほんのり甘いぐらいでいいかなと思います。トッピングのきな粉はこのように準備しておきましょう。では続いてわらび餅を作っていきます。まず耐熱のボウルを用意してください。ここに米粉を入れます。あとはね、きび砂糖も入れてください。まずこの2つをね、よく混ぜましょう。このように混ざったらここにお水を入れます。一度にね、入れちゃって OK です。これでダマにならないようによく混ぜてください。はい、これでね、ダマがなくなれば OK です。そしたらここにふんわりラップをかけます。そして1箇所ね、空気の出入り口を作っておいてください。そうしましたらこちらをまず電子レンジ 600W で2分加熱します。はい、2分加熱しました。そしたら一度ラップを取ってください。今このようにところどころね、固まっている状態です。これを一度ね、よく混ぜてください。混ぜるときはね、こういったゴムベラなどを使っていただくのがおすすめです。そしたらこちらをね、よく混ぜてください。最初はこのように押さえつけながら混ぜていただくとだんだん馴染んでくると思います。このぐらい混ざったら、あとはね、滑らかになるまでよく混ぜましょう。はい、このようにね、よく混ぜてください。そしたらこの縁の部分を取っていただいて、そしたらもう一度ふんわりラップをかけます。こちらをもう一度電子レンジ 600W で2分加熱していきます。はい、2分加熱しました。ラップを取ります。器が熱くなってるのでね、やけどしないように注意してください。今このような状態です。そしたらこちらをもう一度ね、よく混ぜてください。さっきよりもね、かなりプルッと柔らかい状態に仕上がってます。これをですね、滑らかになってツヤが出てくるまでしっかり混ぜましょう。ボウルが熱いのでね、やけどには注意してください。さっきよりもね、かなりツヤが出てきたの分かりますかね。はい、このようによく混ざれば OK です。今ね、柔らかさはこんな感じです。トロトロトロっとね、ちょっと柔らかい仕上がりになってます。そしたらこういったね、バットやタッパーなどを用意してください。ここにラップを敷いて、そして生地をこの中に入れましょう。これで広げます。だいたい厚みが均一になるように広げてください。そしたら上にね、ラップをして、そしてこのままですね、一度粗熱を取って、その後冷蔵庫でお好みの硬さになるまで冷やしてください。
それでは続いてフライパンで作るバージョンも今回はご紹介していきたいと思います。材料はね先ほどと同じで OK です。そしたらフライパンにまず米粉を入れてください。そしてきび砂糖ですね、これを一度よく混ぜましょう。この時混ぜるのにね、今泡立て器を使ってるんですが、こういったねゴム製のフライパンが傷つかないような泡立て器を使ってください。あるいはねゴムベラで混ぜていただいても OK です。金属製やねステンレス製のものを使ってしまうとフライパンがね傷ついてしまいますので注意しましょう。そしたらこの中にお水を入れます。そしてよく混ぜましょう。ダマにならないようにねよく混ぜてください。縁の部分とかはねゴムベラを使っていただいた方が混ぜやすいかなと思います。はい、このようにダマがなくなるまでしっかり混ぜてください。それでは火にかけてください。火加減はまず中火です。このままですね、少しとろみがついてくるまでよく混ぜながら中火で加熱しましょう。この縁のところから固まってくるので、縁のところもしっかりね混ぜてください。こんな感じでだんだん固まってきます。今だいたい40秒ぐらい経った状態です。このようにところどころね固まってくるので、固まり始めたら少しね混ぜるスピードをアップしてください。このぐらい固まってきたら火加減弱火にします。そしてこのまま透明感が出てきてツヤが出てくるまでしっかり混ぜてください。今ねこんな感じで透明感がないんですが、だんだんね透明感が出てきます。ちょっとねフライパンで作る時は硬いので焦がさないようにだけね注意しながら混ぜてください。最初はね結構硬いんですが、だんだんね滑らかになってきます。はい、 OK です。火を止めます。今だいたい4分ちょっとですね、しっかり火入れしました。そうするとこのようにねしっかりツヤも出てきます。このぐらいになるまでねきちんと加熱してください。最初はね結構硬いんですが、だんだんね火が通ってくると柔らかくなってきます。それではこちらも同様にラップを用意してください。ここに入れます。フライパンで作るとねちょっと仕上がりが硬めになります。そしたら上からラップをして少しね形を整えましょう。そうしましたらこちらも一度粗熱を取ってから冷蔵庫でお好みの硬さになるまで冷やしてください。こちらね冷やしてから食べるんですが、少し温かい状態でも美味しいのでお好みでねこちらをやってみてください。こちら電子レンジバージョンですね。今粗熱を取ってから冷蔵庫で1時間ほど冷やしました。この冷やし時間はねお好みで調整してください。そしたら最後仕上げていきます。そしたらまずねバットにきな粉をふるいます。そしたらここにね米粉わらび餅を置きます。よいしょ。そして剥がします。ちょっとラップにくっつきやすいのでこういったスケッパーなどでね取っていただくといいかなと思います。こっちはねとろっと柔らかめですね。ちょっときな粉が取れないようにまな板に置いて、あとは上からね一度きな粉をかけます。そしてスケッパーなどを使ってお好みの大きさに切ってください。もう一度ねきな粉をかけます。このきな粉の量はねお好みで OK です。はい、これで OK です。このきな粉に関しましては電子レンジバージョンとフライパン用2個分になります。それではこちらフライパンで作ったバージョンですね。こちらも同じようにラップを剥がして、こちらをねまな板の上でやっちゃいます。こちらもまな板にきな粉です。この上に置きましょう。そしてラップを剥がします。あとは同じようにきな粉をまぶしてください。そしてスケッパーなどを使ってお好みの大きさに切ります。フライパン用はねちょっと固めに仕上がってます。またね上からきな粉をかけて、こちらはこれで完成です。はい、これで米粉わらび餅の完成です。こんな感じに仕上がりました。こちらをレンジで作ったバージョンで、そしてこちら少し歯ごたえのある方がフライパンで作ったバージョンです。両方ね分量は同じなんですが、このようにね作り方で硬さも変わってきます。
こちら電子レンジバージョンですね。このようにすっごくね柔らかめに仕上がってます。そしてこちらはフライパンバージョンです。こちらはね綺麗にこのように切れるぐらいですね、少し弾力感のある仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずレンジバージョンからいただきたいと思います。これすっごく柔らかいです。いただきます。電子レンジバージョンはすごくとろける食感のわらび餅に仕上がってます。あとはね塩のね塩味が効いててすごく美味しいです。ではこちらフライパンで作ったわらび餅もいただきます。こちらは弾力があってもちもちです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の米粉わらび餅のポイントです。まず今回なんですが、レンジバージョンとあとはフライパンバージョン、こちら2種類ご紹介しました。両方ね同じ分量で作ってるんですが、作り方によって仕上がりの硬さが少し変わってきますので、もしね電子レンジバージョンでもうちょっと硬めに仕上げたいなという時は、今回私は1時間ぐらい冷蔵庫で冷やしたんですが、さらにもっとしっかり冷蔵庫で冷やすか、もしくはお水の量を減らしてだいたい150ミリぐらいで作っていただくといいかなと思います。逆にフライパンの方に関しましては、もうちょっとね柔らかくしたい場合は、こちらの場合はお水を足して硬さを調整してみてください。そして作る時のポイントなんですが、こちらはダマにならないようにきちんとよく混ぜてから加熱するようにしてください。電子レンジバージョンの場合に関しましては、一度2分加熱したら取り出して、そしてしっかりめによく混ぜて、そして最後もう一度電子レンジで2分ほど加熱して、またツヤと透明感がちょっと出てくるまでしっかり混ぜるようにしてください。今回甘さに関しましてはきび砂糖を使ってますが、こちらはお好みの通り、そしてお好みの甘さで調整して作ってみてください。そしてしっかり混ぜたらバットにラップを敷いて、そしてわらび餅を入れて冷蔵庫でお好みの硬さになるまで冷やしてください。もしすぐ食べたい時はボウルに冷水を張ってその中に入れて、そしてちぎってね、あとはきな粉を絡めて召し上がっていただくといいかなと思います。そしてフライパンバージョンですね、こちらも同様にきちんと混ぜてから加熱してください。そしてとろみがついてきたら、最初は中火で加熱して、とろみがついてきたら弱火にして、その後全体にツヤが出てくるまでしっかりねこちらも加熱しながら混ぜるようにしてください。あとはこちらも同じようにバットに出して、そしてお好みの硬さになるまで冷蔵庫で冷やしてください。ただこちらも同様にすぐ食べたい時は冷水にわらび餅を出して、そして食べたい大きさにちぎって、そしてきな粉をまぶして召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は米粉わらび餅を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。